ほいどうもです。ということで、今回はこちらの陰湿なネコンボを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、MO リーグにおいて5-0して話題となっているものですね。かなり難解なデッキなのですが、基本的にはこちらの陰湿な根を中心としたコンボデッキになっています。こちらのカードは自分の墓地からクリーチャーが離れるたびに、0-1の植物トークンを生成して、その後植物トークン全てにプラ1カウンターを置くというカードです。さらにトークン全てがマナを出せるようになるため、墓地からクリーチャーを離れさせる手段さえ継続すれば、基本的にはコンボがどんどんと続いていくというデッキですね。まずは切削や重宝などで墓地を肥やしていって、アガサやタイバーなどで墓地のクリーチャーを墓地から消していきます。これだけ聞くと、悠長なデッキに思えるかもしれないですが、陰湿なでさえ出ていれば、一瞬で何十手も入れることができる盤面にすることができ、デッキがわからない相手にはわからん殺しがしやすいデッキになっていますね。ただしコンボの始動ターン自体は遅いので、基本的にはアグロデッキが辛く、サイドを見てもわかる通り、サイドからはがっつりとアグロ対策がされていきますね。また使っていて感じたのは全体追放系のスペルにはとことん弱く、そういった相手に対してはコンボで1ターンで試合を決める必要があります。基本的にミッドレンジに対して強いデッキかなと思います。はい。ということで、今回は BO1 ランクで収録しているのですが、かなりね難解で面白いデッキになっていますので、実際にどんな感じで回るのか見ていきましょう。さあ、こちら先手。ルートはないのですが、考古学者からカードをね、探していけるので、キープしていきましょう。さて、相手は、青黒ランド。青黒ミッドか、エスパーか。さあ、ここには、いいですね。まずはルートを、回収していきましょう。アガサもね、欲しかったんですけど、後々、この空亀で、回収することができるので、ただここでコウモリ。これはルートが、抜かれていくでしょう。ただこれ、謎デッキなんで、抜かれない可能性もありますね。現状、一番どうでもいいのが抜かれましたね。これがね、ローグデッキの強みですね。とりあえず、根を張っていきましょう。現状、切削手段が、ないということで、切削系のカードを引いていきたい、感じではありますが、ただ、ドロー手段として、この0-1のね、サクることができるので、ドロー次第では、サクっていきそうな感じですね。最低エスパーミッドレンジですね。そしてアガサ引いてくる。ただこのターン難しいですね。バウンスしてってなると、アガサが抜かれてしまうんで、一旦、強戦士をサクっていきそうですね。とりあえず1-4は、殴っていきましょう。コウモリの反コンが、ちょっとめんどくさいんですが、コンボがね、始動したら一瞬で削れるんで。さあ、ただ土地。一応アガサを出して、強戦士を追放することによって、ルートの能力が誘発していきますね。さあ、そしてこれ、強戦士を、追放したことによって、自分のクリーチャー全部がね、サクってワンドローに変えていくことができますね。このマッチアップに関しては、この空亀が、どこでね、使っていくのかがだいぶ重要になっていきそうかなと。さあ、相手、どんどんとクリーチャーが並んでいく展開。さあ、これの発表から、さらにクリーチャーが2体出ていく。亀2枚目。どっちかというと、切削クリーチャーが欲しかったですが、ちょっとテンポがあれなんで、一旦バウンスしてもいいですね。コウモリ出し直されてはしまうんですけど、このターンは、一旦使っておきたいですね。さあ、コウモリバウンスから、で、さらに、亀を回収してからの、雲までいけますね。ということで、亀をもう一回回収して、ルートの能力が誘発してからの、1体だけアタックですね。殴れるところはね、どんどんと殴っていきましょう。さあ、2点通って、雲も出していきましょう。
まあ一応この雲がね、到達がついてるんで、相手のコウモリを止めることができますね。さあもう一回コウモリ出し直し、から、亀が抜かれていく。お、もう一枚コウモリ。なるほど。さあこれで、亀が2体、人質に取られましたね。さてどうするか。まあ、切削系のカードが引ければ一番いいんですが、クリーチャーをしましたね。さらに土地。まあ、アガサの能力で、サクってドローまで、これはあるターンかなと。とりあえず2-5殴ってからサクりますか。まあ多分これ全力ブロックしてくるんじゃないかなと。さあ、ここは、まあ一応、アガサででかくなっていくということで、はい。まあ全力ブロックですね。まあドローに、変えていきましょう。石丸でサクって、いいですね。さあ、さらにカードを3枚切削していく。タイバー、いいですね。さあ、タイバーが引けたので、まあ陰湿な根をうまく使うことができますね。タイバーはもうこれ、使い捨てで OK です。マイナス2から、まあもう一回考古学者を出していきましょう。まあ手札がね、1枚増えていくので。さあ、そして、ルートから、さらにトークンが出ていく。で、さらにこのカード引けたんで、まあもう一回、継続することができますね。ということで、アーボックの奪還から、まあ、切削できるカードを回収していくと。さらにトークンが出ていく。からの分析者。うん。いいですね。で、まあ、赤さがあるんで、まあ、もう一回分いきますね。で、このクリーチャーたちは全部、ドローに変えていくことができるんで、基本的にはもう、どんどんとね、継続していくことが可能と。これはそのままでいいですね。さあ、ただコウモリは、まあ、どんどんと殴っていける状況。切り崩しは対応していきましょう。まあ別に守らなくてもいいんですけど、まあ守ってた方が若干ね、強いんで。さあ、さらに、ルートの能力が誘発していく。まあこんな風にね、どんどんとトークンたちがでかくなっていくんですよね。さあ、スクーナー戦。相手はもうハンドが1枚だけと。さあ、まあ、タイバーは落とされるんですが、まあ、毎ターンね、こう、どんどんと、タダでドローができるんで、さすがにね、まあ、結構有利な盤面ではありますね。さあ、相手のクリーチャーもでかくはなっているんですが、さらに土地か。ちょっとドローに変えていきますか。まあ、一番弱いやつをドローに変えていきましょう。切削系が防星時悪くはないんですが、まあ、今欲しいカードではないですね。後々使いそうではありますけど。まあもう一体サクっていきましょう。さあ、ドローに変えていく。が土地。ちょっと土地を引きすぎですね。まあ一旦、考古学者を、クリーチャー生成をつけていきましょう。雲を追放することによって、雲トークンをね、どんどんとばらまくこともできるんで、さあ、さらに、植物トークンがでかくなって、プラスで、この雲トークンが4体出ていくと。で、これ4マナ使うたびに、どんどんとね、このトークンが出ていくんで、まあ、サンプブロッカーとかはいくらでもいると。まあ、その前にこの植物トークンを多分超えれないとは思いますが、まあ、次のターンあたりは殴っていきたいかなと。コウモリに、まあ、殴られ続けるんで、まあ、一旦、
ボスエージで、婚礼の発表を1枚割ってもいい気はしますね。さあ、2体で殴っていく。まあ、割っていきますか。まあ、4点ゲインだけになるんで、次の段は割とがっつり殴っていけそうな気はしますね。さあ、基本土地は、しっかりと入っている。亀さえ戻ってくれば、結構ね。おっと、ただこれは裏目入りましたね。ちょうど追加の土地が出てきたということで、特目もそのままキャストが可能と。お。これはね、亀回収して、いや、このターンにフィニッシュできるかな。ワンチャンいけそう。土地は、7マダって3、2、2。うん。まあ、まずは、重宝していきましょう。トップ亀、いいですね。まあ、まずは奪還をキッカー込みでキャストして、亀プラス、タイバーですね。でまあ、亀で、コウモリをバウンスして、もう殴っていきましょう。さあ、さらに、ルートも誘発していく。まあ、アガサの分もあるんで。さあ、まずは一体コウモリを手札に戻していく。からの、もう一体、バウンスしていく。さて。で、亀を、まあ、婚礼バウンス用に取って、殴っていきますか。なんかワンチャンこのターンに勝てそうな気もしますが。どうだろう。まあ、ブロッカーロッターいるから、4マナ、5マナ。いや、タイバー出してもよかったかな。11は殴らないんで、11からマナ出して、で、タイバーの能力で、まあ、もう一段階多分、でかくなりましたね。まあ、ただ、ちゃんとブロッカーいるんで、このターンは、まあ、さすがに無理かな。ただ、相手はこれ相当、厳しいブロックになりますね。まだこれ、アガサ起動してないんで、もう一段階でかくなっていきますね。ここは、OK で、スクーナー線は落としていきましょう。で、ダメージスタックでアガサ起動。うん。まあ、なんでもいいですが。これで、相手はこれ、こっちのクリーチャーを落とせずに、まあ、クリーチャーがどんどんと死んでいきますね。これは、通ってるやつでいいか。さあ、7、8をでかくして、で、ルートの能力でさらにでかくなって、うん。まあ、バウンスは使わなくていいかな。さあ、これ一方一方ですね。5、6だけ死ぬ感じですね。さすがに次のターン勝ってるんで、まあ、ただ、やっぱタイバーも、まあ、さすがに投了ですね。GG。さあ、こちら先手。まあ、ルートがあって、一旦目から動いていけるということで、キープしていきましょう。まあ、一旦目は長方ランドから動いていきそうですね。さあ、相手はマニガン。まずは、メロ庭園から。土地はいらないですね。さて。ランプですかね。スパーラからスタート。まあ、まずは、切削していける雲からスタートしていきましょう。アガサが落ちていく。ただタイバーいいですね。ただ、このターンは先に、クリーチャー展開ですね。クリーチャーをどんどんと、並べていきましょう。さあ、情報に。クリーチャーが来ないですね。1枚ぐらい落ちてくれるとね、だいぶありがたいんですが。さあ、強戦士。
まあ、これは、もう、ドローに使っていきましょう。さあ、異端者サクってワンドロー。さらに土地。うん。ちょっと、クリーチャーが当たらなすぎてるんで。なるほど。メイン一時的封鎖。これちょっと辛いですね。まあ、ルート張っていきますかね。いや、微妙だな。まあ、ルート張って、回収することによって一応、能力は誘発していきますね。まあ、ただランプだとね、束縛によって、このね、エンチャントも、これどっちとも欲しいですね。まあ、束縛さえ光りなければっていう感じですね。どっちとも欲しいんですけど、まあ、次のターンタイバーから行くって考えると、まあ、トップをもらって、タイバーで切削って感じですかね。相手廃墟の地。これバントコントロールですね。まあ、とりあえず、タイバーから行きましょう。タイバーで、まあ、考古学者出して、で、さらに切削していくっていう感じですね。さあ、相手止まってきているんですが、まあ、カウンターをするかどうかって感じなんですかね。さあ、着地してマイナスにはしていく。3枚削って、考古学者からの2回誘発。うん。まあ悪くない、落ち方かなと。まあ、タイバーが出てることによって、この、今出たトークンもね、マナクリとして使っていけるので、はい。まあ、相手の終了ステップに空亀を回収モードで使っていきましょう。うん。戦闘ステップで記憶の反乱と。さあ、残り15点。アガサさえ、出せれば、全体除去も怖くないんですが、このターンだけですね。タミオ珍しいですね。このターン全除去されなければ、全然もう、コンボは継続していくことができますね。さあ、タミオで、まあ、でかいところを止めていくと。ということで、回収モードで打っていきましょう。アガサですね。さて。というか、このターンに決まる可能性ありますね。残り15点。アガサで、強戦士ですね。強戦士をもらって、さあ、誘発。で、異端者も使って、誘発。からの、いや、さすがにこのターンに足なんか。まあ、ただね、殴れるところがもう11点分あったんで、あと1回、2回、コンボがね、続いたら、もう15点は一気に削り切っていきましたね。さあ、まあ一応タミオは落として、残り11点と。相手はもう全除去をしていくしかないという状況なんですが、まあ大釜で強戦士を、追放していることによって、まあ全てのクリーチャーがドローへと変わっていきますね。フォロー。これはさすがに勝ってそうですね。まあ1体追放はできるんですが、まあスタックでドローに変えて、まあさらに、種に変わっていきますね。空亀、いいですね。さあ残り2マナ。まあさすがに何しても勝ってそうですが、まずは考古学者。まあ、止まってきてるんで何かしらは持ってますね。いいですね。まあ、一応相手が何持ってるかわからないんで、ルートは出していきましょう。これ3マナ払えますね。トークンからマナが出せるので。で、アンタップして、さらに大釜で、まあ、これ勝ち確ですね。で、ルートが2回、誘発していくと。で、全体強化2回。まあ、こういうデッキですね。さあ、一気に削り切っていくと。
オーケー。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。